織田信秀のその後。どうする家康に学ぶ日本史。天下布武は信長の父の夢だったのか。織田信秀は織田信長の父親だが、あまり活躍したという評価はされていない。ところが織田信長が天下人として活躍できた背景には、実は織田信秀が築き上げた経済力、経済的基盤という莫大な遺産があったのである。織田信秀のその後を詳しく見ていこう。信長の織田氏はもともとは傍流で、尾張の守護はしばしであった。織田氏は清須織田氏の三家老の一人に過ぎない家柄であった。ところが織田氏はその経済力をバックに、信長の祖父と父親の代に勢力を拡大する。その織田氏の経済力を支えたのが対馬湊と生駒氏であった。まず織田氏の経済力は対馬湊を通じた交易が支えた。対馬は古くから対馬神社の門前町で、伊勢を経由して畿内や瀬戸内海から物資が荷揚げされる貿易港であった。そして近隣の諸畑城を拠点にしていた織田信長の祖父織田信貞が対馬湊の庇護者に選定されたところから、織田家の家運が上昇する。織田家は越前織田省の剣神社の神官の出身であったが、当時の対馬湊の最大の交易品がエゴマ油であった。エゴマ油は神社の照明用に使用されることが多かったため、神官出身者の織田信貞が適任とされたのである。対馬湊で取引されたエゴマ油は当時の生活必需品で、照明用から食用にと大量に消費された。対馬湊の交易で織田家がどれだけの利益を手にしたかの資料は残念ながら残されてはいない。だが越後の上杉謙信が柏崎港と直江津港から徴収していた税は年間に4万貫という記録が残っている。現在の貨幣価値に換算すれば約60億円となり、そのことから想像すると、織田氏も数十億円を毎年対馬湊から手にしていたと考えられるのである。織田氏は対馬湊に拠点を移して、木曽川を行き来する蜂須賀市などの水運業者を抑えた。そして馬借など中部一帯の陸運業者を支配下に置く生駒氏に接近する。織田信長の嫡男信忠を生んだ生駒吉野という女性は生駒氏宗家の長女だったと言われている。織田信貞から家督を引き継いだ時、織田信秀はまだ織田守護代家の分家の身分に過ぎなかった。しかし尾張一帯の海運と陸運を抑えた信秀は、すでに尾張で最も経済力を持つ実力者となっていたのである。信秀は1541年天文10年伊勢下空の仮殿造営費として700貫、現在のお金で約1億円を献金している。さらに2年後に信秀は皇居の追事修理費として4000貫、約6億円を朝廷に献上するのである。そのため当時の都では織田氏の名前はすでに有名となっていたのである。そして尾張の国内では
敵対勢力が織田信秀には経済力ではかなわないと考え始める。信秀はその後に居城を名古屋に移して、そこには信長を置いて、自分は古渡城を建設してそこに住んでいる。そして近くの伊勢湾海運のもう一つの拠点である熱田港を確保して巨万の富を得る。織田信秀はこうして尾張の中原に打って出て、実質的な尾張の支配者にのし上がっていくのである。知多半島まで勢力下に収めた信秀は、焼き物の生産地常滑を手に入れる。同じく焼き物の産地である瀬戸と常滑が生産する陶器は、さらに織田氏に莫大な資金をもたらした。経済的には盤石な織田信秀であったが、隣国の豪敵斎藤道山と今川義元には手を焼いている。両方を敵に回すのは不利だと考えた信秀は、1558年天文17年、斎藤氏と和睦して道山の娘濃姫を嫡男信長の嫁に迎えている。今川氏との戦いに専念して三河の安城城を奪った信秀だが、再び今川軍に奪い返され、信長の兄織田信弘を人質に取られてしまう。信秀は竹千代後の徳川家康と信弘を人質交換して取り戻している。そんな織田信秀は1552年天文21年に病死する。まだ42歳の若さであった。桶狭間の戦いで後を継いだ織田信長は2000の兵で2万5,000の今川軍を撃破する。もちろん信長の天才的な采配で勝利したのだが、信秀が築いた潤沢な経済力に物を言わせて、信長が最新の装備に身を固めた少数精鋭部隊を作り上げていたことが勝因の一つであることは間違いない。その後織田信長が実践する政策、楽市楽座や水運の要の琵琶湖に安土城を築き、国際貿易機構の堺をいち早く抑える手法は父信秀から学んだと思われるのである。信長は父信秀が築いた盤石の礎の上に天下布武という巨大な城を築こうとするのである。とすれば、織田信秀の天下統一、天下布武という夢を織田信長が実現の一歩手前まで実現させたと言えなくもないのである。